こんにちは、トバラグです。いや、もうすっかり春ですね。春ということで、新生活向きの動画を撮っていこうと思います。今回はね、ちょっと第一弾的な感じではあるんですけども、デスク周りですね。新入生、大学に新しく入学する人のデスクだったり、新生活でね、新卒で会社で働くんだけど、在宅ワークが結構メインみたいな人もいたりすると思うので、今回はできるだけ予算を抑えて1万円以下で、結構快適なデスクを組むにはどういう構成がいいかなっていうのをちょっと考えてみました。今でこそね、こうやって自分の専用の作業部屋を設けて、こんな感じでね、ガジェットとか、デスク周り結構ね、ガチガチに固めてはいるんですけど、僕もね、新卒時代は本当に1万円以下で購入したデスクと、すっごい安いね、椅子で、普段作業してたんですよね。それでブログを書いてたので、初心を思い出してっていうほどではないんですけど、もしね、僕が自分の新卒時代にアドバイスするとしたらどうするっていうのを、どういうポイントでデスクを選んだらいいのかなっていうのと、あとおすすめのデスク1万円以下で構築するんだったらどういう感じがおすすめみたいなのと、あと3万円とか出せるんだったら、こういうのもちょっとおすすめだよみたいな順で紹介していこうと思います。それでは早速いってみましょう。こんな風にね、僕がただダラダラとカメラに向かって喋ってるだけでもつまらないので、今回はね、ちょっと自分で3DCG ブレンダーを使って構築したね、こういう 3D モデルを使って紹介していこうかなと思います。いやー、これ頑張りましたね。こんな感じでワンルームドット東京って言って、今度ね、VR とかでもワールドとして展開しようとしてるんですけど、一人暮らしシミュレーターですね、実際にこういう部屋に VR とかで入って、実際にこういうね、よく売ってるようなデスクとかを置いたらどのぐらいのサイズ感になるのか、どういう模様替えというか、どういう配置にしたらいい感じになるのかみたいなのをシミュレーターするやつです。本当にこのバーチャルワンルームを使いながらちょっとね、紹介していこうかなと思っています。はい、じゃあまずね、デスクを選ぶ時のポイントですね。僕も会社員時代とブロガー時代、かれこれね、10年近く自分の家のデスクで作業をし続けながら、デスク環境を構築して進化させていったりしてるんですけど、個人的に感じるね、大事なポイントは3つあります。まず1つとしては、デスク作業、PC 作業をするのであれば、できるだけ、広いね、天板を確保するっていうこと。そして2つ目としては、できるだけ、頑丈というか、揺れにくい、ちゃんとね、しっかりしたどっしりしたものを選ぶっていうところ。そして3つ目としては、完璧をね、目指さない。予算は少ないけど、完璧を目指さないにしても、できるだけ、長く使えそうなものから選ぶっていう、このね、3つが結構重要な気がします。ちょっとね、簡単に紹介すると、できるだけね、天板が広い方がいいっていうのは、結構ね、僕もこのデスク150センチサイズなんですけど、こういうね、大きめのディスプレイを置いたりとか、あとね、ノート PC を置きながらこういうね、モニターを置いたりとか、結構ね、デスクを構築していくといろいろなものをデスク上に置きたくなってくるんですね。最初のうちノート PC だけなら本当にカフェサイズのね、小さいテーブルでもいいんですけど、じゃあウェブ会議するからウェブカメラ必要だなとか、こういうトラックボールとかキーボードとかベッド欲しいなとか、どんどんね、そういう欲が湧いてくるんですね。で、そういうのありつつで、紙の書類とかもね、会社員だったら普通に発生したりするので、そういう作業と PC 作業をね、行き来しながら使うってなると、かなりね、広めのデスクの方が使い勝手がいいかなと思います。個人的には120センチから150センチサイズがあれば、割とね、日常的な作業は割と快適になるかなって感じですね。この辺どういうのを購入したらいいのかなっていうのは後々ね、説明していこうと思います。で、2つ目としてやっぱりね、頑丈さはね、やっぱり使っててかなり大事だなと感じますね。本当に日常的に作業するときって、本当に集中してるときって前のめりになったり、こうやってゆったり座ったりとか、いろいろデスクに座ってる間でも体は動くんですね。で、体が動くと結構頑丈というかね、歪みやすいようなすごい華奢なテーブルだと、すごいグワングワン揺れて、それが集中力途切れる原因になってくるんですよね。それの他にも、例えばね、こういう大きめのモニターを置きたいってなった時に、ぐらぐら揺れるようなデスクとかだと、かなりね、本当にバタンで倒れちゃったりもするし、ちょっとしたね、衝撃でぐにゃって、足が曲がって余計ガタつくみたいなことが起きたりするので、できるだけちょっとね、頑丈っていう使い方はあれなんですけど、揺れにくいね、デスクを購入するのがおすすめかなって感じですね。
で3つ目の完璧を目指さないにしてもできるだけ長く使えそうなものをっていう視点で言うと、結構ね東京都心って粗大ゴミ捨てるのめちゃくちゃ大変なんですよね。なんかもう本当に1ヶ月前からウェブ予約してとか、当日の朝にコンビニで貼った伝票貼り付けて外に出すとか、そういうのもあるし、壊れちゃったら本当にね物の置き場所とかもめっちゃ大変なので、できるだけこう歪んだりとかたわんだりせずに、できるだけね自分でメンテナンスしつつ使いやすいものを購入するっていうのがいいのかなと思います。実際に1万円以下の予算で買うなら何がおすすめなのっていうところで言うと、まず一つはやっぱりね IKEA のデスクシステム、これ結構すごいいい感じです。 IKEA のねサイトを見ながら紹介していくんですけど、まずねやっぱりこのリンモンとかラグカプテンシリーズに関してはかなりね価格の割にはちゃんと使えてすごいいい感じのものが多いですね。でこの IKEA の天板の場合、価格がね安いっていうのはもちろんなんですけど、やっぱりねいいところとしてはサイズがね自由に選びやすいんですよね。100センチサイズから2メートルサイズまで結構ね細かく120、140、200みたいな感じで選べたりするので、なおかつ全体的に価格も安いから、この中からまずはデスクを組んでみるのもかなりいいのかなと思います。個人的にはこの辺をおすすめしたいですね。ラグカプテンの120か140サイズが、一人暮らしで快適に作業するのであればいい感じかなってところです。本当に見た目もいいし価格以上に使いやすいんですよね。在庫次第ではあるんですけど、真っ白のホワイト系とか、あとブラック系とか結構ねいろいろな種類から選べるので、なんか部屋の雰囲気統一させるのにも結構いいかなって感じですね。実際に僕もね新卒時代に書いたブログで IKEA で PC デスク構築6000円で広々デスクトップ環境っていうので作ってるんですけど、この時とかもねこの当時はリンモンだったんですが150センチサイズを使っていて、結構このサイズなんですよね。このサイズ感で結構ね本当に何をするにも困らないぐらいのサイズ感だったから、この140サイズとかが実際おすすめできるラインかなと思います。はい、じゃあやっとねこの画面を使う時が来たんですけど、この画面で実際に6畳一間にねデスクを置いたらどんな感じかっていうのをやってみました。1K 想定なのでだいたいねこの無印のマットレスベッドを置くとこのぐらいのサイズ感になるんですけど、それと組み合わせるとどんぐらいのサイズになるかってところですね。まずはこの100センチサイズのリンモンを置いてみた感じです。こんな感じになりますね。100センチサイズでも結構デスクってそれなりに高さがあるので割と圧迫感は感じるかなと思います。何もない状態と比べると結構ね、デスクスペースとしては結構ありますね。で100センチサイズだとちょっとね本当にギリギリというか、本当にこのキーボードを置いたらこのぐらいのサイズ感なんで、例えばモニターをよいしょよいしょ、例えばね24インチのモニターを1台置くってなるとこんな感じで、PC デスク専用 PC 専用デスクっていう感じになりますね。ノート PC とかこの辺に置いたりしてもギリギリ PC サイズができるかなっていうサイズ感です。でこれがね120センチサイズなんですけど、120センチサイズぐらいになると例えばねこのモニターもう1台追加したいなっていう時に、デュアルモニターもしやすかったりとか、あとここにねちょっとした Mac mini とか小さめのねデスクトップ PC とかを置いたりもできるので、そういうね汎用性を考えるとやっぱり最低でも120は欲しいかなっていうのが、デスクワークを長くやってみての感想ですね。これでもね割とデスクに向かうとこの感じなので手狭感はちょっと否めないです。で特にね一人暮らしの、部屋ってなるとここでねご飯を食べたりとか、なんかネットフリックス見たりみたいなのもすると思うので、それを考えると最低でもこのサイズは欲しいかなってところですね。140センチサイズになるとこのぐらいの感じですね。結構広くないですか？結構広くて優雅にね、いろいろここに資料を置いたりとかデスクトップ PC の大きいものも置けるし、デュアルディスプレイもしやすい。そしてご飯を食べたりネットフリックスを見たりみたいなのもかなりしやすいので、そのね、私生活プラス作業環境っていう意味ではやっぱりこの140センチサイズがあるとすごいいいかなっていう気がします。結構ね6畳一間ぐらいのサイズ感ってこのねデスクを絶対置かなきゃいけないってなったら、これ置いたらねもう他に置くものが20センチ変わったとしてもそんなに置くもの変わらないので、それだったら思い切って大きめのものを一つ買っちゃうぐらいでいいのかなっていう気がしますね。で例えばこっち側にはカラーボックスとか本棚とか、テレビが好きな人だったらテレビをここに置いたりしてもいいと思うんですけど、これで
でね一応作業環境として区切ったりもできるかなっていう気がします。ちなみに8畳ぐらいのサイズがあればこのねベッドを区切りとして若干こっち側にリビングスペースというかちょっとねこういうテレビを置いたりするスペースと、あとここに本棚的なカラーボックス的な置いたりするスペースと、ここはね専用の作業部屋みたいな感じで2メートルサイズのデスクとかまで置きやすい感じになりますね。で足に関しては僕昔ねこのオーロブっていうのを使ってたんですけど、これちょっと難しいですね。これは結構なんかこう高さを上げると揺れちゃったりもするし、スタンディングデスク的に使いたいなと思ってこれにしたんですけど、高さをね変える時に一回デスクの上のもの全部ひっくり返して一個一個ね高さ合わせないといけないんですけど、本当に手動でセンチ単位でね合わせるんで、ちょっと1センチでも間違ってたらめっちゃ机ガタつくんですよ。でめっちゃ揺れるしガタつくから、個人的にはこのね足の方がおすすめですね。これは結構割と頑丈に使えるかなと思います。で120センチとかまでならこのね足4本買えばいいと思うんですけど、140センチサイズぐらいになってくるとデスクにいろいろ置いてくると真ん中がねたわんでくるんですよね。ちょっとそのたわみが気になったりもするので、個人的に140サイズ以上だったらこれをね5本買ってくっつけるのがいいのかなと思います。っていう感じで IKEA のデスクシステムだとある程度部屋のね広さに応じてなんかこういう組み替えとかができるので、その辺はね結構カスタマイズで高くていいです。で最初はね例えばデスク最小構成ですごい安い価格で組んでおいて、足のね2つを外してこういう引き出しをつけてもいいし、予算がね許せばスタンディングデスクにしたりもできるので、一旦はこのね IKEA のデスクいいかなって感じですね。でおすすめのデスク構築2つ目としては、ホームセンターとかちょっとした木材屋さんで自分の天板を購入するっていうところですね。 IKEA の天板が汎用性高くておすすめではあるんですけど、できるだけ部屋をねナチュラルな雰囲気にしたいとか、リアルなね自然なぬくもりのある木を使いたいみたいな用途で言うと、修正材ではあるんですけど、こういう、テーブルになりうる2メートルのものがね5000円とかで購入できるので、こういうなんか足は IKEA だけど天板は木材とかリアルなねホームセンターで買ったっていうやり方も結構おすすめかもしれないです。これはねトバログのブログ時代に書いてたやつなんですけど、当時はねこの IKEA で購入した足を元にこのね横長の、カウンターテーブル、スタバの電源があるカウンターテーブルをイメージした、ホームセンターで購入した修正材を使ってたんですけど、これでね、価格は1万円以下で構築できましたね。このおしゃれな感じで、これのメリットとしては、ノコギリとか必要ではあるんですけど、部屋のね寸法ほぼほぼ快適な最適な感じにこうね自分で裁断とかもできたりするので、自分でこの電動ドライバーとかでこの IKEA の足をねくっつけることができるのであれば、こういうおしゃれな感じの、横長のねデスクが作れるのでこれはいいですね。本当にね間取りって千差万別なので一概には言えないんですけど、例えば、今やってたみたいにこういう風にね横長2メートルのデスクが構築できるのであれば、こっち側のね一部を自分の作業スペースとして完全に固定しておいて、こっち側の空いてるスペースでご飯を食べるとか、あと英語の勉強をするとかね、書類系の作業をするとか、そこねここが完全にフリースペースになるので、そういうね使い方としてはやっぱり2メートルぐらいあるデスク使い勝手良かったですね。本当に L 字型のものでもいいんですけど、L 字型にすると結構高さ合わせたりとかそういうのが大変なので、2メートルが欲しい人は、ホームセンターとかで天板を買って作るのもいいかなと思います。当時ね結構賃貸 DIY っていう感じでこういう記事たくさん書いてたので、気になる人はね概要欄にもリンク貼っておきます。デスクのね構築でいうとこの2つのどちらかが個人的にはベストだと思うんですけど、そんなにね広いデスク置けないみたいな、他にもテレビも置きたいしソファーも置きたいし、だからねワークスペースはできるだけ最低限にしたいっていう人もいると思うんですよ。そういう人は、個人的にはですけど1万円以下で言うと無印がねこういうパイン材の折りたたみ式のテーブルっていうのを出してるので、これをね
使うっていうのもまあまあありかなと思います。広さはね本当に80センチとかしかないんで、こういうねモバイルモニターを置いてノート PC 作業してっていうね広い使い方は難しいんですけど、本当に僕はノート PC しか使わないから、もうこのサイズでいい、在宅ワーク週に1回だから最低限のスペースがあればいいっていう人だったら、折りたたみできるし広さもね取れるので、この無印のこれは結構個人的にリビングで作業する時とかに使ってるんですけど、結構いい感じですね。ただ重いものを載せたりとか、なんかデスクトップ PC 載せたりとかいろいろね作業とっちらかるようなこととかすると、結構ね華奢な作りではあるので割と揺れたりするから、その辺はねずっと常設のデスクとして使うには若干厳しいかなっていう感じはします。実はこれもねリアルサイズにモデリングしてるんですけど、実際に座るとこのぐらいのサイズ感ですね。ちょっと6畳の部屋に持ってってみようかな。はい、で6畳の部屋に持っていくとこのぐらいのサイズですね。さすがにめちゃくちゃコンパクトな感じで、本当にキーボードを置いたらノート PC も置けなくなるんじゃないかぐらいの狭さなんですけど、例えばここに狭いんですけどこたつとかを置いて、ここにねちょっとテレワーク用の作業スペースとして置くみたいな使い方も6畳だったとしてもできそうですね。ただデスクワークを頻繁にする用途だとやっぱり小さいかなっていうところです。僕のね実際の体験からするとおすすめなのはこの辺ですかね。でここまで紹介したのは本当にねベーシックな1万円以下で構築できるデスクっていう感じだったんですけど、もしね予算が3万円ぐらい、3万円以上出せるのであればっていうのをねちょっと考えてみました。まずね一つ目としてはやっぱり天板はそのままでありつつも足だけスタンディングデスクにするとかですかね。スタンディングデスクにすると何がいいのっていうのはね前にも動画で紹介はしてるんでちょっと説明省くんですけど、スタンディングデスク Amazon とかのねセールのタイミングでフレキシスポットのものだと本当に1万円台中盤から2万円ぐらいで結構いい感じのものが買えるんですよね。それはねこういう天板でビスとねこのドライバーとか電動ドライバーで固定すれば普通に天板がね別途購入しなくてもスタンディングデスクとして使えるので、そういうアップグレードもおすすめです。であとねもう一つ結構便利なのが、2つ目としてはそんなに、予算かからないんですけど、ケーブル配線をね天板裏にまとめるっていうのは個人的には結構おすすめです。これもね2019年とかにブログで書いてるんですけど、結構ね配線とかってダラーンってなって嫌な感じになりがちじゃないですか。特にねデスクワークが長くなっていろいろな機材買うようになるとこの問題割と顕著になってくるので、僕はね無印良品のラックとかを使ってたんですけど、こういうのをデスク裏にネジとかで固定して、かつこのね電源のケーブルをこのデスク裏にピタってね貼り付ける、粘着テープかもしくはねビスとかで固定するタイプで貼り付けると、結構ねデスクの下がすっきりしてすごい部屋のね見栄えが良くなるので、こういう DIY もおすすめですね。天板裏の配線に関しては昔ねこのデスク配線整理っていう、動画で詳しくねどういう風にやってるかっていうのをね紹介しているので、このね動画もぜひチェックしてみてください。この辺に多分ポップアップ出ると思います。はい、で3万以上予算があるならやっぱりね3つ目としてはね椅子を新調してほしいですね。椅子に関しては結構デスクもねデスクの広さが多分一番大事なんですけど、次に実際に体に密着してる分椅子のねクオリティというか座りやすさはかなり大事です。この辺はねちょっと頑張って初任給が入ったとかそういうタイミングでいい椅子を買うのがおすすめかなと思います。で椅子って割とピンキリというか結構ね高いものもあれば安いものもあるんで、中古の椅子を安く買うっていう方法がおすすめです。結構ね定価だと10万円ぐらいするような椅子とかも中古で探すとなんかねオフィスの入れ替えのタイミングとか会社が潰れるとかそういうタイミングで結構5分の1ぐらいの2万円台から購入できるようにもなってたりするので、中古のね家具店をこう眺めながら次にねデスク構築の次に買うのは椅子がおすすめかなと思います。それまではね例えば今まで使ってた椅子でもいいし、なんならねバランスボール
とかも割ともうこの骨盤が立つんで腰が痛くなりにくいっていう意味では割と使いやすいかなと思うので、そういうのもね検討してみるのがいいかなと思います。はい、というわけで今回の動画終わりにしようと思います。やっぱりね机選びで知っててほしいのは天板の広さが正義、そして頑丈さもすごい大事っていうのと、あと最初からね張り切りすぎずに細かいガジェットいっぱい買うよりはまずはねデスクを新調するというかデスクのね広さを確保するっていうのが結構大事かもしれませんね。はい、そんな感じです。トバログではねこの動画の他にもおすすめのね、PC アクセサリーの話だったりカバンの中身とかいろいろな人のデスクツアーもやっているので、ぜひね他の動画も見ていってください。そして気に入っていただけたらチャンネル登録お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。